はい、皆さんこんにちは。YouTuber といえば、なぜか皆さんスライムを作りますよね。ということで、僕もスライムを作ってみました。今回は、ポジションを動かすだけで、このようなスライムの動きができるエクスプレッションをやりたいと思います。まず、エクスプレッションを書いていく前に、ポジションについての座標軸、そして速度、ベロシティとスピード、この概念が必要になりますので、まずはそちらを説明いたします。はい、それではポジションと速度ね、スピード、ベロシティの説明をしていきたいと思います。今、フル HD のコンポジション、中央にシェイプレイヤーでサークルを作りました。中央なので、ポジションは X960、Y は540になります。このサークルの0フレームにポジションキーフレームを打ちまして、2秒でね、X を100まで動かしたいと思います。今こういう動きになってるんですけれども、ポジションは左上が00、右下が1920の1080の座標のね、その中の X と Y の値なんですけれども、このスピード、グラフエディターで見てみます。今はキーフレームがリニアなので、このね、430の値でスピードが移動しています。このベロシティっていうのはね、今ちょうどスピードのマイナスの値ぐらいになってますね。マイナス429。スピードはね、グラフエディターを見てわかるように、プラスの値しかないんですけれども、ベロシティという速度は、現在の位置を起点にプラスマイナスの値を持つスピードの値で表記できます。今ポジションを X 方向にマイナスに動かしたので、マイナス429のスピードで動いているということになります。これをまた1秒のところでキーフレームを打ちます。2秒のところで中央に戻してあげます。そうすると、ベロシティを見ててください。1秒まではマイナス429の速度で動いていますが、1秒からはね、今度はポジションがプラス方向に動くので、ベロシティの値はプラスになります。スピードとベロシティは同じ速度なんですけれども、スピードはプラスの値しかないのに対して、ベロシティは現在の位置からプラス、マイナス両方の値を持つ速度だと考えてください。では、ポジション、スピード、ベロシティ、その概念を踏まえた上で、スライムエクスプレッションを作っていきたいと思います。まずはメインコンポジション、1920の1080、10秒で用意します。ここにもう一つコンポジション、新規コンポジション、名前をボックスとしまして、300で作ります。そこに新規平面レイヤー、色は白にいたします。ではメインコンポジションに今作ったボックスのコンポジションをぶち込みます。これにエフェクト、ディストート、ベジェワープをかけます。ボックスのトランスフォーム、アンカーポイントをね、Y の方300にしてね、ボックスの一番下にしてあげます。150上に行っちゃったからね、690ポジションしてあげて、中央に戻します。そうしたら、0フレームにキーフレームを打ちまして、10フレーム目で Y 方向に200上げてあげます。20フレーム目で元の位置に戻してあげます。まずね、こう移動した時の縦方向の弾力をつけたいので、エフェクト、ベジェワープ、このね、トップのレフトとライトのタンジェント、あとボトムのレフトとライトのタンジェント、エクスプレッションを書きます。配列でバリューの値を入れます。
Y 方向に移動したベロシティを入れたいので、プラスポジションの値ドットベロシティの Y の値を入れてあげます。すると今上にビヨーンってなったんですけれども、ポジションを動かすとね、こう上にビヨーンってなります。今リニアなので、こんなにパカってなるんですけれども、ポイントとしてはキーフレームにイーズをかけてあげます。すると、こんなビヨンビヨンっていう動きになります。ベジェワープのトップレフトタンジェントのパラメータ見てください。最高点でね、マイナス900ピクセルぐらいね、上行っちゃってるんですよ。これ値が大きいので、好みなんですけれども、この値を20ぐらいで割ってあげます。するとね、値が小さくなってね、マイナス45ピクセルぐらいになりました。こんな感じです。値が決まりましたら、これをコピーして、トップのライトのタンジェントにもペーストしてあげます。ボトムのレフトのタンジェント、ここにもペーストしてあげます。ボトムのライトのタンジェント、ここにもペーストしてあげます。すると縦方向のね、弾力ができました。はい。では次に横方向の弾力をつけたいので、今20フレームなんですけれども、これを1秒までいって、X をプラス方向に動かします。また10フレーム進みまして、中央に戻してあげます。先ほど書いたベジェワープのエクスプレッション、コピー出しまして、今度はね、横方向なのでね、この横の真ん中のタンジェント、ここにエクスプレッションを書いていきます。ライトのトップのタンジェント、ここに先ほどのエクスプレッションをペーストして、今度は X 方向なんでね、Y はバリュー、X の方にポジションのベロシティ0割る20を足してあげます。すると横方向にもね、弾力が加わりました。ではこのエクスプレッションをコピー出しまして、ライトのボトムのタンジェント貼り付けてあげます。レフトのトップのタンジェントにも貼り付けてあげます。レフトのボトムのタンジェントにも貼り付けてあげます。するとこういう弾力になります。これね、面白いのがね、こういう風に斜めに動かしてあげると、ちゃんとね、斜め方向のね、弾力がつきます。今1秒10フレームなんですけれども、また10フレーム動かしまして、右にね、移動してあげます。5フレーム戻しまして、Y 方向にね、上げてあげます。このジャンプしたような状態の真ん中のキーフレーム、これをね、キーフレームを時間をリニア、空間をコンティニューベジェにしてあげます。するとこういう動きになります。では1秒20フレームからまた10フレーム進めまして、中央に戻してあげます。5フレーム戻って、またジャンプの値を作ってあげます。この真ん中の値、キーフレームを時間をリニア、空間をコンティニューベジェにしてあげます。これ面白い動きになりますね。では今度はボックスが静止している状態の時、ちょっとね、プルプルさせたいと思います。ポジションのグラフエディターでスピードを見てください。このスピードが0の時が止まっている状態なので、この状態の時にプルプルさせたいと思います。スケールに
エクスプレッションを書きます。プルプルさせるのはウィグル。1秒間に2回ぐらい、2ピクセルぐらい、ちょっとだけでいいですね。これを W という変数に入れてあげます。S という変数を作りまして、ここにポジションピックイップで貼り付けてあげます。それのスピードを使いたいので、ドットスピードと入れてあげます。if もし S イコール0の時、スピードが0の時、四角括弧でウィグルの四角括弧 X の値なので0、ウィグルの四角括弧 Y の値なので1と入れてあげます。else そうでなければプルプルさせなくていいので、ここに value と入れてあげます。するとこんな感じになります。止まった時にね、ちょっとプルプル動いています。エクスプレッションはだいたいこれで終わりなんですけれども、せっかくなんでスライムを作ってみようと思います。まずボックスのコンポジションを開きまして、平面を非表示にします。あらかじめ用意していたスライムのイラストレーター画像を入れます。スライムといったらね、鳥山先生のスライムの形じゃないでしょうか。メインコンポに戻ります。こういうスライムができました。はい、今平面レイヤーで地面とバックグラウンドを作ったんですけれども、このスライムにね、影を作りたいと思います。スライムの下にレイヤーニューソリッドブラック。先ほど300、300で作ったので、ワイドを300の高さ100ぐらいにいたしましょう。こいつをね、スライムの下に設置してあげます。楕円形ツールダブルクリックでマスクを作ります。影のポジション、こいつエクスプレッションでボックスのね、スライムのポジションにつけてあげます。X 方向だけの移動でいいので、四角括弧の0。Y は value 1と入れてあげます。これを四角括弧でくくって、こんな感じですね。ちゃんと影がついてきます。では次はオパシティ。影のオパシティにエクスプレッションを書きます。変数 BP ボックスのポジションイコール、このね、スライムのボックスのポジションを持ってきます。my ポジションイコール影のね、ポジションを持ってきます。ディスタンス距離、レングス、ボックスのポジションからマイポジションの値、そしてis でディスタンスに関して0から300ぐらいにしましょうか。300の値で、0の時は影が濃い方がいいので、50%。300離れた時は薄くしたいので 10% とします。オパシティのね、アニメーションがこういう風にできました。それではスケールの方にもつけたいので、今書いたエクスプレッションをコピーして、スケールにエクスプレッションを書きます。スケールの値は配列なので、0の時は X、Y それぞれスケールを 90% にします。300離れた時はそれぞれ 10% ぐらいにいたしましょう。するとこういうふうに離れた時にね、影が小さくなるアニメーションができます。名前をね、シャドウに変えまして、ちょっとね、調子が乗ってきたんで
スライムの目も作りたいと思います。シェイプレイヤーで作りたいところなんですが、後でね、ペアレントした時の位置調整がめんどくさいので、平面レイヤーで作りたいと思います。レイヤー、新規、平面、名前を I にいたしまして、60の60で作りましょう。色を白にします。この平面レイヤーに楕円形ツールダブルクリックでマスクを作ります。目の位置に動かしてあげます。そうしたらこの平面をボックスに親子関係ペアレントします。そして目のポジションにエクスプレッションを書きます。目のポジションの位置、バリュー、プラスこのボックス、スライムのベロシティを加えたいので、バリュープラスピックウィップでポジションを貼り付けてあげます。それのベロシティ。先ほどね、20で割ったんで、ここも20で割ってあげます。するとね、固めなんですけれどもね、この、ちゃんとスライムについていっています。それでは、この I、複製いたしまして、ポジションのね、エクスプレッションを切りまして、もう片方の目のね、位置を調整してあげます。そしてまたエクスプレッションを表示します。これでね、両目の動きになりました。それでは、この I、また複製いたしまして、名前をインサイドと書きまして、黒目を作ってあげます。レイヤー、ソリッドセッティング。今度は真っ黒にしてあげまして、幅と高さを30にします。右の方の目もね、複製して、インサイドと書きまして、レイヤー、ソリッドセッティング。これを黒くして、幅30、高さ30。これでね、こういうスライムの動きになりました。もう一つ、ワンアイディア。このね、黒目の方、エクスプレッションのベロシティ、割る値を小さくしてあげると、ベロシティの量が大きくなるので、こうね、18ぐらいで割ってあげます。すると、このね、わかりますか？黒目の方が白目よりも動く幅がちょっと大きくなるので、目がね、キョロキョロ動いてるような、そんな感じになります。はい。今回はこれで以上になります。こういう風に最初にエクスプレッションを組んでしまえば、ポジションをね、動かすだけでね、スクワッシュ&ストレッチのアニメーションができるので、ぜひやってみてください。ボックスのコンポジションの中身を好きな画像とかテキストに差し替えるだけで、デモ映像のようにね、テキストとかもね、スクワッシュ&ストレッチできるので、とても便利だと思います。それでは今回は、スライムエクスプレッションの作り方でした。最後までご視聴ありがとうございました。